さあ、今回はプロ野球の企画動画になるよ。今回は何すんだ？今回はプロ野球の歴史に残る、世代についての動画になるよ。世代？それって何のことだ？野球をあまり知らないマリサでも、松坂世代って聞いたことはあるでしょ？まあ名前だけはな、実際どんなものかわからんが。まあそれは後で説明するとして、今回は松坂世代と呼ばれた選手たちを調べ、選手の成績を部門別に分けてランキングにしていくよ。つまりどういうことだ？簡単に説明すると、打者と投手に分けて各成績。つまり打者なら安打や本塁打、投手なら勝利数や三振数の上位を部門ごとに取り上げていくものだよ。それってその松坂世代に該当する選手全員を調べるのか？まあそうなるね。そこで松坂世代元井世代の基準として、その選手と同学年。つまり松坂選手の生まれ年の1980年4月2日から1981年の4月1日までに生まれた選手が該当するよ。なんで4月2日からなんだ？それは知りません。調べてください。なんだそれ。ちなみに、今回紹介する松坂世代の選手たちの人数は93人となっているよ。そんなにいるのか？そりゃあそうだよ。年度ごとにドラフト会議で高卒、大卒、社会人を指名していけばそんな人数にもなるよ。それで、その93人の選手の成績を調べたってわけか？そうだよ。ただまあその選手の中にも、一軍に上がることができなかったり、数年で戦力外になって正式な成績が残っていない選手もいるから、そこは一応参考程度にしておくよ。たとえ松坂世代でも、プロの世界は厳しいんだな。まあそれはどの選手にも言えることだから、別に松坂世代が特別ではないんだけどね。ってなわけで、まずは松坂世代の投手から解説していくよ。まずは投手編ということで、投手といえば名前にもある松坂投手。ところでマリサは松坂投手以外に知ってる投手っている？知るわけないだろ。たまに聞くけどどんな選手だったかなんて覚えてないし。そりゃそうだろうね。まあウプ主もこれを調べるまで、この選手もそうだったのかって知ったりすることもあったし。松坂世代は、松坂投手が横浜高校からドラフト1位で西武に入団した1999年から始まるよ。1999年は、松坂投手をはじめ29人の選手が入団、そのうち投手は15人入団しているよ。それで、その年に入団した投手にはどんな選手がいたんだ？この中で突出した選手といえば、松坂投手の他に阪神で抑えで活躍した藤川球児投手かな？ちなみに、10年以上プロとして活躍していた投手は、この中では松坂投手と藤川投手のみとなっているよ。2人しかいないのか？5年以上にしても15人中5人までで、ほとんどが1軍出場なしか3年で戦力外になっているよ。なんだか、これによって松坂投手がどれだけ驚異的だったのか思い知らされるな。高卒の選手ってほとんどが最初は育成中心での入団。だけど松坂投手に関しては入団1年目から16勝を挙げ新人王。平成の怪物と呼ばれていたけど、まさに言葉の通りだと思うよ。この松坂投手が特出していたのもあって、松坂世代って呼ばれ、何かと期待されるようになるのか？まあそれは人それぞれなんだけど、世間は何かと騒いじゃうよね。それで、次に入団してきた松坂世代の投手は、2001年に社会人出身で西武に入団した福井投手のみなんだけど、一軍に上がることなく4年目で退団しているよ。それで、その翌年の2002年に入団した投手の中に、大英に入団した社会人出身の杉内俊也投手がいたよ。その選手って有名なのか？知らんのかい？なんたって私は知らない設定だからな。設定言うな。まあこの杉内投手は、パリーグでの左投手で初めて沢村賞を受賞した選手だよ。また松坂投手に対抗意識を持っていたんだけど、松坂投手より先に引退することになったのが心残りだったそうだよ。松坂世代と呼ばれるだけあって、その松坂投手に負けたくないって思う選手もいたんだな。そりゃあそうだろうね。超えたい相手がいるってのは原動力にもなるし、相手が強ければ強いほど、自分も強くなろうと思う選手もいるだろうね。そして2003年、この年は大学生となった松坂世代の選手が大勢入団。さすがに大学野球で名を馳せていた選手が多いだけに、ほとんどがプロ10年以上続いているよ。選手としては、その年に新人王に輝いた草貫投手や、広島で抑えとして活躍した長川投手、以前解説動画でも紹介したヤクルトの立山投手、そして2021年現在もプロとして唯一の現役選手である、ソフトバンクの和田投手がいるよ。和田投手は大英時代からメジャーを挟んで、ソフトバンクで初の40歳以上の複数勝利投手となったよ。まだ現役の選手がいるんだな。現役に限った話だともう数人いるんだけど、それはその選手が出てきた時に話すよ。って言っても、2004年に入団した松坂世代は2人で、どちらも1軍では活躍できず2005年。
この年は大学生の時から2年後、つまり社会人野球を経由の選手たちが入団。その中では、松下電器からロッテに入団した久保投手。この選手はロッテや阪神、横浜、そして海外の独立リーグで選手として活躍。そしてつい最近、兵庫の独立リーグに入団が発表されたよ。プロとしてではないけど、今現在も現役を続けている選手の一人だよ。この久保投手って1年現役から離れてるみたいだな。海外の球団でのプレーを希望してるみたいだったんだけど、コロナが原因でそれができなくて、2020年は無所属だったみたいだよ。まあ2021年もほぼそんな感じだったのかな。プロ野球での現役にこだわらず色々な球団を渡り歩く、純粋に野球が好きなんだろうな。それ以降は2006年と2008年に入団。2008年が松坂世代の投手では最後で、日本ハムに入団したただの投手一人だよ。そのただの投手ってどんな選手だったんだ？この投手は色々特殊で、本当だったら大学生の時にドラフト候補に入っていたんだけど、この選手に対するスキャンダルが発覚して、プロ野球に入団することができなくなったんだよ。その後はどうしたんだ？社会人野球に行ったとか？いや、その後はアメリカのメジャー球団のマイナーでプレーして、メジャーにも昇格したこともあるけど、マイナー生活が続き最終的には2008年に日本ハムへ入団したよ。なんだか紆余曲折あったみたいだな。スキャンダルは聞かない方がいいだろう。そのただの投手は様々な変化球を駆使して打者を翻弄するスタイルだったんだけど、中でもテレビの画面から消える、超スローボールが話題になったよ。遅い球って逆に打ちにくいって言うしな。ってなわけで、簡単に松坂世代の投手を紹介してみたよ。そんでもって、ここからポジション別のランキングを発表するよ。ポジション別っていうのは先発中継ぎ抑えの3つの部門。そこで各々活躍した上位5名と、最も三振を奪った投手を5名挙げていくよ。先発に関しては、先発として200試合出場を対象として、その上での勝利数上位の投手を挙げているよ。さすがに名前にもなっているだけあって松坂投手は1位だな。特に松坂投手は不調に陥る前の12年目にして154勝をしていたから、怪我がなかったら200勝も確実にいけていた。たらればなんだけど想像しちゃうよね。そして2位には松坂世代唯一の現役選手の和田投手が148勝でランクイン。今シーズンの成績を追加して杉内投手を抜いたよ。それでも1位と20勝近く差が開いてるな。そして中継ぎはホールド上位の投手を挙げているよ。藤川投手が1位なんだな。てっきり抑えで出ると思ったんだが。そりゃ抑え部門にもいるよ。2位には阪神の久保田投手がランクイン。久保田投手は2007年に NPB 歴代最高の90試合に登板して、2008年と2年連続で最優秀中継ぎ投手を獲得しているよ。僅差の3位に、巨人、横浜、楽天に在籍し2020年に現役を引退した久保投手がランクイン。次に抑えはセーブ数上位の投手を挙げているよ。抑えでも藤川投手が1位か。これを見ると中継ぎ全体では藤川投手がトップみたいだな。2位の長川投手はプロ15年のうち、前半で164セーブを挙げていたんだけど、コントロールの悪さや怪我などで伸び悩んで165セーブ止まり。3位にはオリックスの抑えとして、2008年に最多セーブを獲得した加藤投手がランクイン。最後に奪三振はそのまま、三振数の上位の投手を挙げているよ。ここでは松坂投手を抜いて杉内投手が1位だったんだな。それに中継ぎの藤川投手が4位にいるなんて。投手の中でも打たせて取るピッチングと三振を取る投手で変わってくるからね。中継ぎでも相当三振を奪っていたんだろうね。ってなわけで、今回は投手編を紹介したんだけどどうだった？なんだかんだ言って、松坂投手って異次元だったんだなって、改めて感じさせられたかな？投手編ってこともあって、松坂投手との比較が容易だったのもあるんだけど、絶不調に陥っていたことを考えても怪我なく現役を終えていたなら、怪物以上になっていたかもしれないね。まあとりあえず、投手編はここまで。次回は打者編を紹介していくよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。